はいドン、はいドン、ラリーが熱い。ということでですね、実はラリーシャーシが好きで、この XV01 を育ててたんですけど、このエスクードも作ったあたりで他のラリーシャーシが気になり始めた今日この頃、じゃあいかです。最近だとタミヤさんが XV02 を発売したり、表彰さんがレディートゥーランでよく使われるシャーシのラリーコンバージョンセットを発表したりとですね、かなりラリーが盛り上がってると思うんですよ。そこでどのシャーシがいいかなって楽しく悩んでたんですけど、悩み抜いて私が出した結論がこちら。はいドーン、 LC レーシング PTG2R。 この LC レーシングさんですね、他にもいろんな商品がラインナップされてて、競技志向な10分の1とか12分の1の4駆バギーだったり、14分の1っていうちょっと珍しいサイズなんですけど、そこに本格装備を詰め込んだバギーとかトラギーとかショートコーストラックのレディートゥーランドセットだったりキットっていうのをラインナップしてて、この PTG2R ですね、実は発売当初から私めちゃくちゃ気になってたんですけど、どこで売ってるのか分からなくて今まで買えなかったんですよ。ただですね、最近 Amazon でオフィシャルのブランドストアができたっていうのを知って、今回思い切ってこちら購入していました。これがですね、パッと見はツーリングシャーシみたいなスタイルなんですけど、ダート路面に対して配慮された完全にラリー用シャーシなんですよね。ということで今回はこちらを開封しつつ組み立てしつつ、このキットの魅力をお伝えしていきたいなということでやっていこう。では行くということでオープン。おー、まずはかっこいい説明書と、の入ってますがね、このモデルのラインナップが書いているやつ、裏には14分の1かな、オプションパーツがずらりと載ってますね。まず目を引くのがやっぱりこれじゃないですか。これシャーシのダストカバーですね。砂が入らないように守ってくれるカバーがついてると素晴らしい。ではパーツごとに見ていきましょうか。まずはバック A、 これがデフ周りなんですけど金属ですね。バック B がアブソーバー関連ですね。これシリンダーめっちゃかっこいい。アルミ、しかもこれスプリングが3種類かなついてて、しかもそれぞれ4本ずつ入ってる。すごっ、これはテンション上がるな。バック C がアーム類かな。これドラシャもちゃんとユニバーサルになってて、六角ハブもアルミですね。そしてバック D 来ましたよ、このカーボンダンパーステ。これ超かっこいいですよね。続きまして E がないよ。あれ E がないのか、こういう仕様なのか。次が F、 これがかっこいいんですよ。カーボンとアルミのサーボマウント。次が G、 これがスパーギアとかピニョンとか。あとはですね、シャーシで一番ご注目いただきたいのがこれですよ。アルミシャーシめっちゃかっこよくないですか。いや傷つけられへんわ。まあいきますけどね。これはしっかり保護フィルム貼ろうと思います。あとはメインシャーシのサイドのパーツとかですね。マットガードついてる、かっこいい。であとはタイヤ、それと最後にバックスペアっていう感じですね。こんな感じでパーツは結構分かりやすく入ってますね。バック E がないのはちょっと不思議な感じしますけどね。まあ内容物的には全部入ってるので、きっとそういう仕様なんでしょうね。それはさておきですね、この入ってるパーツでなんとなくご察しいただけたんじゃないかなと思うんですけど、結構いい感じにアルミとかカーボンとか詰め込んであるんですよね。ということで早速作っていく。よし、じゃあまず A の袋から組んでいこう。はい、ということでシャーシが組み終わりました。いやーかっこいい。ナットだけは色合わせて変えちゃいました。このシャーシがですね、またすごい合成感があって、これは激しい要求に耐えてくれそうですよね。これは楽しそう。てかかっこいいわ。で組み立ててる中で気づいた注意点がいくつかあるんですけど、この PTG2R ってちょっと組み立てに関しては上級者向けのキットなんですよね。なので私も何箇所かつまずきかけたところがあったんですけど、そういった部分をちょっと今からお話していこうと思います。まずはですね、これは海外製のキットだと割と一般的な部分かもしれないんですけど、デフオイルとかダンパーオイル、それとグリス類は付属してないので、組み立てる前に用意をしておく必要があります。
推奨のオイルの硬さは説明書に記載してあるんですけど、フロントデフが5000から1万、リアデフが3000から5000、ダンパーオイルはフロントが350から700、リアが350から600という感じになってます。で、こういったオイルと各種グリス類の他にもネジロック剤も用意しておいた方がいいですね。で、ここからは組み立てに関してですね。今回私がちょっと苦労してしまったポイントなんですけど、まずこのサスアームマウントと変身ブッシュですね。これは他のメーカーのラジコンでも見る構造で、プレートに樹脂のブッシュを入れてアームの角度を微調整できるようになってるんですけど、このブッシュ手で入れるのは無理ですね。そこでですね、私はどうやったかというと、ちょっと一回ここを外しますね。サスアームマウント外してブッシュも一つ抜きました。ではまずですね、手でどんだけいけるかやってみようと思うんですけど、よいしょ。手で頑張ってもマックスこのぐらいしか入んないですよね。で、ここからですね、こういったウォーターポンププライヤーなどを使ってなるべくまっすぐブッシュが入るところまで圧入します。で、ここから使うのがこちら。多分皆さん持ってらっしゃるであろう某メーカーのギンギンの十字レンチ、これのホイールナットのサイズ 7mm の部分を使います。このブッシュが出てくる側にギンギンのレンチの 7mm の部分を当てて、こんな感じでウォーターポンププライヤーでゆっくりまっすぐ入るように圧入していきます。そうするとこんな感じでしっかり圧入できましたね。ウォーターポンププライヤーがなければちょっとリスキーな方法にはなるんですが、同じように十字レンチを当ててブッシュに十字レンチが当たらないように位置を調整しながら少しずつ優しく叩いてあげれば入れることができると思います。で、この作業ですね、かなりこのサスマウントに力をかける作業なので、このプレートが曲がらないようにだけは注意してくださいね。で、あとはここに入れるスペーサーですね。樹脂のものが付属してるんですけど、そのまま使うとこのアームの動きが渋くなってしまったので、削ったりしてもよかったんですが、今回は手元にあったものに交換させていただきました。 0. 数ミリ程度なんですが、ロアームの位置の左右差があったので、そこのシム調整をして組み付けました。次に私がちょっと気を使った点がデフの位置決めですね。ここもですね、デフをポンと乗せてカバーを締めるのではなく、シャフトのインプットギアとデフのリングギアのバックラッシュ調整もした方がいいと思います。で、このバックラッシュ調整っていうのはギアの当たり面の調整のことで、デフを左右にずらすことでこのバックラッシュが調整できます。で、このバックラッシュなんですが、きつすぎても緩すぎてもダメで、ギアが欠けたりする原因になるので、しっかり調整してあげた方がいいですね。で、そのままポンって入れるとバックラッシュがきつい状態になってたので、内径 10mm のシムを入れてデフの位置をインプットギアから少し離した状態でバックラッシュ調整をして組みました。で、デフのカバーを閉めるとバックラッシュの具合が変化するので、ここはですね、何回かカバーを開けたり閉めたりしながら、こんな感じでギアユニットだけの状態でこのインプットシャフトを回した時にデフがくるくるっとスムーズに回ってくれるように調整をして、その位置を決めてからグリスとかを入れた方がいいかなと思います。あとはですね、アップライトに入れるベアリングなんですけど、ここもですね、指じゃ入らないぐらいきつかったので工具を使って圧入しました。逆にですね、手で押してスポッて入る場合ってアウターレースと樹脂の間でずれたりする分、樹脂側が摩耗することもあるので、ラジコンの場合気をつけないといけない部分だと思うんですよね。そういった点に関してはこれくらいきつい方が耐久性があるのかなと思います。で、圧入する方法としては、つけるベアリングの外径とちょうど同じくらいのものを用意して、またウォーターポンププライヤーなどでベアリングのアウターレースをゆっくりまっすぐぐーっと押し込む。そうすると綺麗にベアリングを圧入できるかと思います。ちなみにですね、こういった圧入に使う道具は工具箱の中を漁って、例えばターンバックルレンチの先端とか、今回はですね、たまたまちょうどいいサイズだったのでピンバイスのグリップ部分を使いましたが、金属系のちょうどいいものを工具箱から探して使ってますね。で、どうしてもそういったものがない場合はですね、優しくハンマーでなるべくまっすぐなるようにバランスを取りながら叩いたりすることもあるんですけど、なるべくは圧入の方が確実な作業ができるかなと思います。そしてですね、最後にちょっとだけ気になったのが、樹脂同士の差し込み部分とかカーボンパーツに対して樹脂パーツを差し込む部分の入り具合っていうのが、樹脂側の方が少し大きめになってることが多くて、ちょっとグリグリしたらなんとか入ったんですけど、ちょいちょいきつめになってます。なのでですね、場合によってはヤスリとかで調整してあげた方が組みやすいかもしれないですね。と
こんな感じでですね、ちょっと難しさを感じた点はいくつかあったんですけど、逆に組み立ての勉強になるなっていうイメージのシャーシですね。これでちゃんと動いてくれたらいいな。ということで、今からでも走らせたいんですが、時間が遅くなってしまったので、実走行はまた後日やっていこうと思うんですけど、ちょっとチェックも兼ねて回したい。ということで、移動して回していこう。はい、ということで移動してきました。で、今回このマシンに搭載したモーターが 7.5 ターンのブラシレスモーターで、それを回す ESC がホビーウィングの 10BL120 ですね。本当はですね、スピードチェッカーに乗せてみたかったんですけど、最高速チャレンジでちょっと壊れてしまって修理中なので、今回は普通に回すだけ。ギアの音とかが変じゃないかチェックしていこうと思います。ということで、いくぞ。タイヤ膨らんでる。すごいいい感じだ。正直実は自信なかったんですけど、結構いい感じですよね。音も思ってたより静かで、ギア周りの具合も良さそうですね。じゃあここでですね、この子に乗せるボディもご紹介していこうと思います。ランチャーデルタ、マルティーニカラーの名車ですよね。お好きな方も多いんじゃないでしょうか。せっかくなので LC レーシングさんがシャーシと一緒にラインナップしてるこの完成品のボディにしてみました。このボディのクオリティとかも気になったので、ちょっと奮発しちゃいました。見てみましょう。すげえ、超かっこいい。めっちゃ綺麗ですよ。このワイパーとか、あとヘッドライトケースも樹脂で、他にもこのグリルとかも樹脂ですね。でミラーとウィングはご自身でつけてくださいという感じになってます。でもですね、ミラーとかウィングを取り付ける穴はもう開いてるので、本当にこれつけるだけですね。ということでミラーとウィングつけて乗せてみよう。ではまずインナーカバーをつけて、そしてボディを乗せる。やばー、かっこいい。このボディの隙間から見えてるマットフラップ、これがマジでかっこいい。これフロントのボディポストがこのボディにちょうどジャストフィットしてて、めっちゃいい感じについた。なんかちょっとだけ組み立てが難しかった分、めっちゃ愛着湧くわこの子。ということで無事完成したので、また後日走らせて走行性能の方もチェックしていこうと思います。終わりー。